皆さんこんにちは、木村です。今回はですね、シグマ FP が、最終形態になりまして、これが僕の考える最強の、モバイル性と、拡張性を兼ね備えた本当の最終形態だなっていうふうに、思ってまして、それで動画を回しております。はい。シグマ FP の最終形態、こんな感じになっております。大体ですね、基本的には DPL ダークパワーラボラトリーっていうところのケージと、バッテリーサイドハンドルと、SSD もね最終的に DPL のやつに固まったんですけども、こんな風にやってます。でフリップスクリーンをつけてしまいまして、上部はですね DPL のケージに対して、ナトレールの、薄いやつをつけてます。で実はこれ FP じゃなくて FPL に、知らないうちになってまして、ZR をやっぱり購入した関係でこういろいろ機材、ZR が来るっていうことに新しく買うってなって増えるってなった時に、じゃあ何かを減らさないなといけないなった時に FP じゃなくて FPL の方が全体的なね、カメラタクティクスっていうんですかね、活用機会がねのバランスを見ると FPL にちょっとアップデートしたいなっていうのがあって、こっちにしました。高画素機が1個も今まで持ってなかったので、高画素機試したいなとか、それから今まではブラックマジックでスーパー 16mm のレンズですね。ブラックマジックだと16mm クロップモードあるんでそれで使えるなっていうのでポケット 4K で主にね使う感じで想定してたんですけど、カメラ台数減らしたいなっていう時に実は FPL はですねクロップモードっていうのがありまして、4K でも 2.5 倍までクロップできちゃうんですよ。でなんとフル HD だと5倍までクロップできるんで8mm のシネレンズもこれ1台でクロップなしで撮影の時に収録できるなっていう、いろんなこうイメージサークルのやつこうクロップモードこうやってあると APS-C も使いやすいし、もっとセンサーサイズでどこを使うかっていうのをフレキシブルに使えるかなっていうので FPL にしたんですけど、でやっぱり FPL になったことでバッテリーの持続時間がやっぱり全然 FPL の方が消費激しいんで、このねバッテリーソケットは必須かなっていう風に、これのね NPF バッテリーで運用できる、ハンディに運用できるっていうのがかなり必須かなっていう風に思います。これでも動画回してると1時間弱で止まっちゃうんですけど、で最もこだわった部分っていうのをまず紹介したいんですけど、FP に関して言うと FPL に関して言うといろんな各社ケージ出てるんですけど、ケーブルクランプがね大体みんなね考えてないんですよね。でこれは8芯っていうところの、ケージとケーブルクランプのセットなんですよね。8芯のやつ一番小型でスモールリーグのやつがあったんですけど、スモールリーグのやつは絶版になっちゃってて、本当はそれの方がケーブルクランプをつけた後に4分の1ネジ穴が生成で、ケーブルクランプに4分の1ネジ穴があるのでこっち側にもアタッチメントを増やせるっていう良さがあったんですけど、8芯のはそれがないんですけど、本来であればスモールリーグのやつが欲しいんですけど、ちょっとここネジで出っ張るんですかね、スモールリーグのやつで、それがね DPL のね弱いところっていうか、ケーブルクランプのことを考えてないんですよ。一緒に作んないと多分結構つかないんで、ケーブルクランプってここの HDMI は微動だにしないようにしないと接続やっぱり弱くなっちゃうんで、途中で途切れたりとかするっていうのは非常にねモニター出して運用するときに非常にストレスになるんで、絶対ここが微動だにしないようなケーブルクランプっていうのが必要なんですけど、8芯しか今一択ですよね。もう一個もうちょっとヘビーなね方のケージもありますけど、それだとちょっとでかくなりすぎちゃうんでっていう感じで、ここの周りがね非常に苦心した部分っていうか、ここまで DPL のやつを SSD をこうやって出せるソケットがあったんですけど、ソケットごと付けられるパーツもあったんですけど、SSD のね動作確認をひとしきりしてみた時にやっぱりそれだと安定して長い時間の収録ができないなっていうのをやっぱりテストした結果そうなってしまったので、この SSD を頑張って、いろんなパーツをつけてるって感じですね。でその際のですね、どうしても外付け SSD になるとケーブルがやっぱり出てきてしまいます。 HDMI も尻尾をつけてるとケーブルが出てきてしまいます。それをですねまずタイプ C のアウトに関してはこっから出してこの SSD クランプの裏を通ってですね、前を通して、しかもここ L 字であるっていうことなんですよね。これを取ると取り外す時もここでそんなに暴れないっていう
感じのを考えて、もう全パターン折り目を試してこれにしたんですよ。そこを非常に苦心しました。で HDMI のマイクロ HDMI to HDMI-A のメスの、ケーブルもその SSD のソケットの裏側に織り込んで、これはスモールリーグのね4分の1で止められるやつなんですけど、 DPL のケージの、外側に1点で止まるようになる。でHDMI 端子が上を向くので、なんとここに HDMI のねカバーを、端子カバーをこう挿してます。で端子カバーをこれを取った時にはここにしまえるという、ここにしまえるんですよね。で1個今しまってあるんですけど、ということでそのケーブル外付けで運用してんですけど、こう触った時に引っかかりにくいし、しっかりビシッと止まってるし、SSD ついてるとこう握れたりするんですよ、左手ここね。でバックにこっちからも入れられるし、こっちからも入れられるし、そのままケーブルとか外さないで入れられるっていうのが結構そういう風に結果的になったので、かなりいいんじゃないかなと思ってます。で、やっぱりこのね SSD がねでかいんですよね。これMVNE の SSD のやつなんですけど、これは DPL のですね、ケースになります。で最終的に、これになりました。で SSD に関して言うと、最初はねサムスンの T5 とか T7 とか使ってましたけど、やっぱり継続的にやるとたまにこう収録止まっちゃったりするっていうのがおっかないなっていうのがあって、SATA SSD のねでかいやつで使ってたんですけど最初、それもでかいとどうにかして小さくしたいなっていう時に、できれば DPL でこれカシッとねケーブルレスでできるようなアタッチメントがあったんですけど、それをするにはこれなんですよね。これも DPL の SSD ケースなんですけど、これも試しました。でね、これは短い時間の記録だったらいいんですけど、やっぱり継続してずっと安定して撮りたいっていう時に 4K でね10分とか30分とか回したいって時にね、やっぱりこう熱を逃がせなくて、最初のレックはね結構長い時まで行くんですけど、一回切ってもう一回やった時に3秒とか10秒とかそういうので止まっちゃうようになっちゃうんですよね。やっぱり熱を逃がして放熱がねやりにくいってところで長回しに向かない。スナップショットでいいんだったら SSD これじゃなくてもうバッファラーのねUSB タイプのやつをつけるんでもいいと思うんですよ。なんであんまりこれの有用性って分かんなくて、これはお蔵入りに結局なったんですよね。でこっちがティルタのケースで、ポケット 4K とかでも使えるやつなんですけど、これねSSD の、ホルダー自体は DPL のやつにこうつくんですよ、ティルタのやつ。DPL からティルタに、製品をね供給してたと思うんで、これねファンがついてるんですよ。でファンがうるさくないっていう人もいるんだけど、僕が使ってた限りファンの音は出るなと。カメラのマイクをつけたとしてもそこにウィーンっていう音が出てしまうので、熱問題はいいんだけど安定動作もするんだけど音がうるさいっていうので、これも使わなくなっていきましたね。もしもの時にはこれでスロットを交換する時はこれで使ってもいいんですけど、で最終的にこれになったんですよね。これもねだから DPL のよくこう下にやるアタッチメントがあるんですけど、下にSSD 使えるやつ、それ用の SSD を入れるホルダーなんですけど、これは、結構ねこのね排熱がね結構しっかりやっぱりできるんですよ。面積あるから排熱がねここ深くて溝が、これでね安定動作するんですよね。何回撮ってもやっぱりずっと止まることなくいけます、基本的にね。ずっと 4K30p とかでずっと長回しできる感じ、ローでね。っていうのでもう本当はこっちにしたかったんですけど、やっぱりこれじゃないと安定しないっていうので、もしもの時に使えないっていうのがすごいおっかないんで、僕はもしもの時に使いたいんで、これに最終的になってこうなりましたと。でやっぱりフリップスクリーンは必要だなっていうので、フリップスクリーンになってますという感じです。じゃあ分解しながら一個一個パーツをねご説明していきます。これはですね、割と薄いナトーレールクランプですね。ここにくっついてました。でやっぱりこの SSD 周りが、なんとですね取っていくんですけど、ここがね最も苦心した、ものなんですけど、このね SSD のホルダー自体は、普通のね、普通のやつで止まってるんですけど、ケーブルがねこんな感じに収めてます。はい、こんな感じに収めてますと。
このやっぱフラットのケーブルだとねギリギリいけるんですよね、この隙間にね。でこれが何かっていうと8芯のケーブルクランプつけると4分の1ネジ穴がもうこっち側になくなるんですよ。なので、4分のネジ穴がこのケーブルのこっち側に欲しいやつなので、これ強引にですね、これですね、ちょっとペンチでねじりまくってガシガシになってるんですけど、4分のネジ穴に4分のネジ穴がついているネジ、よくあると思うんですよね。これをここの DPL のケージの方ですねから伸ばして8芯のこの外側に4分のネジ穴をつけることで、このソケットをつけられるようになってます。でその裏にこのネジをね HDMI と SSD のケーブルをはわしていたという感じになってます。ここはね本当にねずっとああでもないこうでもないってやってなんていうんですか、人力ですごく考えた部分になります。でこれは有名なやつですね。で8芯のケーブルクランプの良くないところが、このネジがなんかサイズがね普通のやつでないんですよね。で普通のやつで、ホームセンターで他の探してもなんか3日なくて同じサイズがでちょっとねこっちだけね緩いんですよね、このネジのね若干舐めてるんですよね。そこがねすごく嫌なんですけど、HDMI とSSD がね、最終的には止められるんで、しょうがない8芯のやつしかないですね今ね、実用に耐えるやつが。であとはもう難しいことはないんですけど、バッテリーグリップですねの方はこっちにねホットシューの割としっかりめで止められる、モニターつけてもいいしマイクつけてもいいしっていうホットシュー、のクランプで、電池は外しの、こんな感じでね空なんですよね、こっちのマイクホルダーは。でこの中にこういう感じでケーブルをつけられるんですよね、ダミーバッテリーと。でダミーバッテリーが入っているような感じになってます。でここのねソケットでもうこれも通常の六角で、ここを緩めると右側のねこんな感じでつく。これめっちゃいいなって思う。特に FPL になるとやっぱりバッテリーのね NPF にしないと 1000mAh ぐらいずつ違うと思うんで。でダミーバッテリー、メディアも抜いておきましょうか。こんな高速のやつはいらないんですけど、やっぱりね外すとこのケージがねやっぱりでかくて、これを外した時にやっぱり小さいなみたいなのを思うんですけど、今ね電子接点が一回ちょっとバッグの上から床に落として30センチぐらいから落としたんですけど、それ以降ここのEF の電子接点付きの方のレンズで絞りが動作しなくなっちゃって、多分ボディだろうなっていうので、今からこれがねシグマ送りになりますので、ちょっとここ改造しちゃってるんでちゃんと修理できるのかっていうのは一番の不安はありますけども、一旦これでちょっと送ってみようかなっていうふうに思います。FPL にねチェンジしてまだ1ヶ月とかそんなんしか経ってないので、しかもね散々付属品を買い集めてですね、やっと完成したかなと思った矢先に、こんなにちょっと電子接点がうまくいかないみたいにちょっとなっちゃいまして、すごい残念なんですけど治ってくれることを祈ります。はい、そんな感じでございます。でFPL と FP に関して言うと FPL の方が電池も持たないし暗所耐性も FP1 の方が高いので、やっぱり動画メインで撮るんだったら FP の方がいいんじゃないかなって思って、たまに FP もう一回欲しいなって思ったりもするんですけど、いかんせん FPL っていうのは僕は 16mm のねレンズだったりとか、飛び道具系でねなんかそういうちょっとシフトレンズを試してみたりできるとか、そういう飛び道具的な撮影っつうのにね、こだわり趣味撮影みたいなやつに使っていけるモデルとしてずっと撮っときたいなみたいなのがあるので、やっぱり便利さとかねその実用性みたいなところで言うと、新しく出るやつにやっぱりだんだんいかがでしたでしょうか。もう本当にですね使いながらあでもないこうでもないと SSD もいろいろ試しながらですね、あでもないこれ、やってきた結果で最終的にですねめちゃめちゃかっこいい感じに、
なりました。最終形態になった途端にですね、ちょっと修理に出すんですけども、そこがなんていうんですか、永久に完成しないサグラダ・ファミリアのような運命と言いますか、そんな風にも思わなくもないんですけど、これ修理出してですね、もうせっかくできたんでね、ぜひ、これちゃんと電子接点が直って、これからもですね、ずっと、半永久的に使い続けたいなっていう風に思っております。こちらのチャンネルでは、愛と勇気と希望をテーマに動画をお送りしております。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。